皆さんこんにちは。卓球用具の深すぎる世界へようこそ。ナビゲーターのケンジです。今日は今の卓球界で絶対に無視できない存在について文字通り一晩中語り尽くしたいと思います。こんにちは、アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日の熱量はいつにも増してすごいですね。テーマは宇宙を感じさせるブランド、中国の銀河、インヒー、別名ギャラクシー、ミルキーウェイですよね。そう、その通り。でもね、みさきちゃん、単なる安くてそこそこの中国メーカーだと思ったら大間違いなんだ。今回僕たちが手に入れた銀河卓球用品総合調査報告書は単なるカタログスペックの羅列じゃない。副題を見てごらん。メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実。これワクワクしないかい？教えてくれない真実。なんだか業界のタブーに触れるようなスリリングの予感がします。まさにこのスクリプトでは全20パートにわたって銀河がなぜ世界中のトッププレイヤーからギアマニアまでを虜にしているのか、その技術的背景から僕たちが普段使っている数万円の高級ブランドとの意外すぎる関係まで全てを白日の下にさらしていくよ。ネットの掲示板や SNS で噂になっているクローンラケットの性能の真相やアリエクスプラスでの賢い買い方、さらには2026年の最新技術まで全部教えてもらえるんですよね。もちろん後半になればなるほど話はディープに、そして衝撃的になっていくから一瞬たりとも聞き逃さないでほしい。銀河というブランドの裏側に隠された科学と情熱、戦略の物語。それじゃあ壮大な銀河旅行へ出発だ。ケンジさん、まずはこの膨大なレポートが全体として何を伝えようとしているのか、その核心を教えてください。 OK。 一言で言うなら、銀河はプロフェッショナル品質の民主化を成し遂げた卓球界の破壊的イノベーターなんだ。民主化。つまり一部のトッププロやお金持ちだけが使えた高性能な道具を誰もが手に入れられるようにしたってことですか？その通り。インヒー USA LLC 公式企業情報を読み解くと、彼らの基本方針は単なる安売りじゃない、科学技術による卓越したパフォーマンスの追求が根底にあるんだ。彼らは独自の R&D センターと膨大な特許技術を駆使して、本来なら3万円4万円もするようなハイエンドな打球感を数千円から1万円程度で実現してしまった。それってユーザーからしたら最高ですけど、他の有名ブランドからしたらたまったもんじゃないですよね。脅威どころかもはや脅威だよ。報告書で特に注目されているのが彼らのスマートクローン戦略だ。これは単なる模倣じゃない。世界的なプレミアムブランド、例えばバタフライなどの製品を徹底的にリバースエンジニアリングして、同等あるいは今のプラスチックボール時代においては本家以上の性能を圧倒的なコストパフォーマンスで提供する能力のことなんだ。性能が本家以上っていうのは聞き捨てならないですね。単なるコピー品とは一線を変えているということですか？全然違う。中身はガチガチのハイテク素材と高度な物理学に基づいた設計なんだ。この報告書を読み進めていくと、銀河が単なる代替品ではなく卓球界の構造そのものを変えてしまったゲームチェンジャーであることがよくわかるはずだよ。銀河の歴史について詳しく知りたいです。いつからあるメーカーなんですか？最近急に出てきたイメージがあるんですけど、実は老舗だったりするんですか？その予感は正しい。銀河の歴史は実はかなり重厚なんだ。1986年、中国の河北省補定市で銀河級白省として設立されたのが全ての始まりだね。創業当時はまだ中国が卓球王国として世界に君臨しつつも、用具製造の近代化が急務だった時代なんだ。1986年、もう40年近い歴史があるんですね。私の生まれるずっと前だ。補定市ってどんなところなんですか？卓球用具の製造が盛んな地域の一つだけど、銀河の成功は地域性だけじゃない。ここには中国の卓球機器製作における第一世代の巨匠が深く関わっているんだ。その名も韓国橋。彼は50年以上のキャリアを持つ伝説的なデザイナーで、今の銀河の設計思想の根幹を築いたいわゆる銀河の父だ。50年のキャリア。まさに卓球界のレジェンド、生き字引ですね。彼がいたから銀河は他とは違う存在になれたんですか？そう。漢氏の凄さはヨーロッパの伝統的な木材処理技術を研究し尽くした上で、そこにアジア独自の緻密な職人芸を融合させたことにあるんだ。報告書には彼がいかにして木という温度や湿度で性格がコロコロ変わる気まぐれな素材を理解し、それをラケットという精密機械に昇華させたかが詳細に記されている。単なる工場生産じゃなくて、そこに職人の魂と科学の目が同居しているんですね。だからこそ小さな町工場から今の巨大な総合卓球メーカーへと進化できたわけだ。その通り。
今では設計、研究、加工、販売、さらには技術コンサルティングまでを一貫して行う垂直統合型の巨大企業だ。報告書によれば、この歴史の積み重ねがあったからこそ、ただの模倣ではなく本質を捉えた設計ができるようになったんだよ。創業当時の情熱を忘れないまま、最新のテクノロジーを柔軟に取り入れていく姿勢、これこそが銀河という伝説の始まりなんだ。銀河って改めて聞くとすごく壮大でロマンチックな名前ですよね。でも英語だとインヒー、ギャラクシー、ミルキーウェイといくつか呼び方がありますよね。どうしてそんなにバラバラなんですか？初心者だと混乱しちゃいそうです。それこそが彼らの戦略的なアイデンティティ形成の過程なんだ。初期の国際展開では西洋のプレイヤーに直感的に凄さが伝わるように、ギャラクシー、銀河系や響きが親しみやすくて甘い響きのミルキーウェイ、天の川という名前を使い分けてきた経緯がある。なるほど。ターゲットとする地域や時代に合わせて呼び方を変えていたんですね。でもロゴは共通なんですか？ロゴも時代とともに洗練されてきたね。星や銀河、すると宇宙の広がりを感じさせるデザイン。これは単なる飾りじゃない。TT ストア EU のブランド解説によると、これらの名前はすべて宇宙の壮大さと無限の可能性を象徴している。つまり彼らの技術には限界がないという宣言なんだ。かっこいい。でも最近はインヒーに統一されている感じがします。そうなんだよ。世界的にブランド力が確立されて、今やインヒーという中国語読みの名前そのものが高品質の代名詞になりつつある。これは彼らが中国のメーカーであることを誇りに思い、その名前だけで世界と勝負できる自信を持った証拠だ。確かに銀河のラケットをバッグから取り出すときって、なんだか自分だけが最新の特殊兵器を隠し持っているような独特のワクワク感があります。そのワクワク感こそが銀河が世界中のギアマニアたちの心を掴んで離さない理由なんだろうね。ブランド名からしてこの道具には宇宙レベルの技術が詰まっているんだと思わせる。このイメージ戦略の成功も報告書では高く評価されている部分だよ。報告書の第2章には2026年現在の最新技術についても詳しく書かれていますね。ただ安く作っているだけではないという部分をもっと具体的に、それこそミクロな視点で知りたいです。 OK、そこが銀河の真骨頂だよ。彼らの運営方針は科学技術による卓越したパフォーマンスの追求だ。これは単なるお題目じゃない。彼らは業界でも珍しい独自のハイテク R&D センターを持っているんだ。具体的には他のメーカーと何が違うんですか？顕微鏡とか使っているんですか？顕微鏡どころじゃないよ。製造プロセス全体に最新の化学分析を導入しているんだ。例えばラケットの木材構成を決めるときも単に5枚合板にしようとか決めるんじゃない。接着剤が木材の繊維に浸透する際の化学的相互作用や打球時に発生する微細な振動特性をミリ秒単位、ヘルツ単位でシミュレーションしているんだよ。振動特性まで数値化しているんですか？それって打球感を数学で解明しているってことですよね。まさに。さらに彼らは数多くの特許技術を保有している。特に木材内部の水分を分子レベルで調整する特殊な熱処理プロセスは他社には真似できない銀河だけのブラックボックスだ。報告書によれば2026年現在、彼らの工場は AI による品質管理と自動化ラインが高度に組み合わさっている。 AI まで職人の勘に頼る部分をデータで裏打ちしているわけですね。そういうこと。だからこそこれほど品質的なものを僕たちが驚くような価格で、しかも安定して世界中に供給できるんだ。プロフェッショナル品質の民主化という言葉の裏にはこうしたガチガチの価格的な裏付けがある。単なるコストダウンじゃなくて技術革新による低価格化なんだよ。これめちゃくちゃすごくない？出ました。スマートクローン。これユーザーの間では一番盛り上がるし、同時にちょっと大丈夫なのって思われがちな話題ですよね。でも報告書を読むとすごく肯定的なのが意外でした。ははは、そうだね。社会的な批判を恐れずに言うなら、銀河のやり方はもっと知的、スマートで建設的なんだよ。知的というとどういうことですか？ただ真似してるだけじゃないんですか？全然違う。彼らは単にバタフライのビスカリアやティモボル ALC の外見をコピーしているわけじゃない。構成素材の物理的科学的特性を徹底的にリバースエンジニアリングして、なぜそのラケットが支持されているのかという本質的な理由を解き明かすんだ。その上で自分たちの最新素材工学を組み合わせて再設計している。再設計。つまり本家をそのまま真似るんじゃなくて、銀河流の解釈で今の卓球に合わせてアップデートしているってことですか？まさに。例えば今の40プラスプラスチックボールは昔のセルロイドボールより重くて回転がかかりにくい。銀河は本家よりもわずかに重心をヘッド寄りに設定したり、木材の厚みを 0.05 ミリ単位で調整して反発力を最適化したりしているんだ。それはもうコピー品というより進化したライバル品ですね。そうなんだ。
報告書ではこれをスマートクローン能力と呼んでいるけど、これは大規模な製造ラインと世界中のあらゆる素材を扱ってきた膨大なデータを持っている銀河だからこそできる芸当なんだよ。安さの裏にある圧倒的な情報量と分析力の勝利。だから一度銀河のクローンを使った人は本家よりこっちの方が今の自分の卓球に合ってると気づいちゃうことが多いんだ。ここからはラケット、いわゆるブレードの製造についてもっとマニアックな部分を聞きたいです。独自の熱処理プロセスって具体的に何がそんなにすごいんですか？木を焼くとかそういうことですか？よし、それじゃあかなりディープな技術論に行こう。インヒー USA の内部資料によると、銀河は木材を加工する際、特注の窯を使って特殊な真空熱処理を行っているんだ。真空で熱処理？それって木の中の空気の抜いちゃうんですか？目的は分子レベルでの結合水の調整だ。木材の中には水分が閉じ込められているんだけど、これを極限までコントロールすることで木材の細胞壁を安定させるんだよ。これ普通は数年かけて自然乾燥させるような工程を科学の力で短時間でそれと精密に行うわけ。その結果何が起きるんですか？ラケットが美味しくなるとか。味はわからないけど性能は格段に上がるよ。大幅な軽量化と圧倒的な合成の向上が同時に手に入る。さらにこの処理を施した木材は湿度の影響をほとんど受けなくなるんだ。湿度の影響を受けない。それ、日本みたいな湿度の高い国で練習する人には最高じゃないですか。そうなんだよ。日本で湿気て重くなったラケットが遠征先の乾燥した場所で急に弾むなんてトラブルがなくなる。報告書には銀河の真の強さは高級なカーボンを貼る前の地味な木材の下地作りにどれだけ手間をかけられるかにあると書かれている。この素材へのこだわりこそが銀河が世界中のトッププレイヤーから信頼される理由なんだ。さて、いよいよ具体的なモデルの話です。銀河の ALC モデルといえば誰もが知る V14 プロと最近話題のプロ01ですよね。この2つの違い、徹底的にそれこそ重箱の隅をつつくように教えてください。ここは多くのプレイヤーが最も知りたい部分だろうね。テーブルテニスデイリーの技術検証データをベースに解析しよう。多くの人はバタフライのビスカリアに近いものを求めてこの2つにたどり着くんだ。報告書の第12章でもどちらが本当の王道かという熱い議論が展開されていましたよね。結局どっちが本物に近いんですか？結論から言うと、物理特性データと打球振動の周波数を解析した結果、プロ01の方が本家のビスカリアに極めて近い特性を持っていることが判明したんだ。板の厚み、しなり、重心バランスが非常に忠実にすると高い次元で再現されている。へえ。じゃあビスカリアのあの打球感をリーズナブルに味わいたいならプロ01が大正解なんですね。そう。一方で V14 プロはどうなのかというと、実はこっちの方がより現代的なスピード卓球を意識したよりアグレッシブな設計なんだよ。アグレッシブ。具体的にはどう違うんですか？はは、音じゃなくてパワーだよ。V14 プロはコア材、キリ芯がわずかに厚く、表層の素材もより硬質なものが選ばれている。その結果、打球感がよりハードで、前陣での弾きや中陣からの引き合いでの威力が増しているんだ。報告書では、ティモボル ALC のパワーアップ版に近いと評価されているよ。なるほど。しなやかでコントロール重視のプロ01とパワーとスピード重視のプリ14プロ。単なる劣化コピーじゃなくて、ちゃんとプレイスタイルに合わせて選べるようになっているのが銀河の凄さですね。銀河って ALC 以外にも特殊素材が信じられないくらい多いですよね。カタログを見てるとまるで周期表を見てるみたいで目が回りそうです。本当にそうだよ。報告書の素材分布表を見てもわかる通り、彼らは特殊素材の実験所のような側面もあるんで。ザイロンカーボン ZLC を採用した V4 や MAX-01 は最高速の攻撃を目指すプレイヤーに支持されているけど、僕が特に注目したいのは火山岩繊維、つまりバサルトだ。火山岩、ラケットに岩を使っているんですか？そんなの重くて触れないんじゃないですか？驚くほど軽いんだよ。岩石を高温で溶かして繊維状に編み込んでいるんだ。銀河の支流火山岩7というモデルが有名だけど、これはヒノキの上材板と組み合わせることでカーボンにない独特の保ちを実現している。カーボンだと硬すぎてコントロールが難しいけど、純木材だと威力が足りないっていうわがままなプレイヤーには最高ですね。まさに。分析データではバサルト繊維は振動減衰性がカーボンより優れていて、手に嫌な響きを残さないのに
ボールを飛ばすエネルギーはしっかり確保されているという結果が出ている。他にもエボニー、黒檀を使った D677 みたいな見るからに強そうなモデルもありますよね。そう。プラスチックボールに打ち負けないためのハードエボニーシリーズだね。銀河は有名ブランドが守りに入っている中で、ありとあらゆる特殊素材を実動投入している。特殊素材のデパートという呼び名は痛手じゃないよ。私、銀河のラケットで一番ショックを受けたのが T11 プラスなんです。持った瞬間、本当に、中身空っぽって思うくらい辛くて、でも打つと笑っちゃうくらい速い球が出るじゃないですか。あれ、魔法ですか？はは、T シリーズの洗礼を受けたね。あれは銀河の軽量化技術の告知だよ。バルサ材という世界で最も軽い木材の一つを極厚の芯に使って、それを薄いカーボンでガチガチに補強しているんだ。報告書によると、平均重量が 70g 以下、中には 60g 台前半の個体もあるんですよね。普通のラケットが 90g 前後なのを考えると、異次元の軽さです。異常だよね。このバルサプラスカーボン構造が生み出すのは、いわゆるトランポリン効果なんだ。ボールが当たった瞬間、柔らかいバルサがぐっと食い込んでエネルギーをため、外側のカーボンがパチンと一気に弾き出す。トランポリン効果。だからあんなにポーンと飛んでいくんですね。そう、この独特の加速感は一度味わうと病みつきになるプレイヤーが多いんだ。そのヒールイなきパワーウェイトレシオは絶賛されている。肩や手首を痛めている人、力の弱いジュニアやシニア、あるいは全人で超高速ピッチを求める人にはこれ以上ない武器だよ。でも軽すぎて相手の強打に押されたりしないんですか？鋭いね。確かに押し負けることもあるから、そこは技術でカバーする必要がある。でもこれほど極端な性能を、しかも数千円という低価格で高い耐久性を保ちながら作り上げる。これこそが銀河の真骨頂なんだ。さあ、ここからはラバーの話に行きましょう。後半戦のスタートです。ケンジさん、銀河のラバーといえばパッケージに大きく書いてあるマックス転積土。これ結局のところ何がマックスなんですか？いい質問だね。これは銀河が誇るハイテンションテクノロジーの総称なんだ。かつて中国製ラバーといえば粘着は強いけど石みたいに硬くて全然弾まないというのが常識だった。そうですね。だからこそみんな一生懸命補助剤を塗って無理やり弾ませていたのですよね。その手間を過去のものにしたのがマックス転生だ。スポンジの気泡構造をナノレベルで制御して、あらかじめスポンジ内部に強烈な張力を閉じ込めている。報告書の技術セクションによれば、これにより粘着ラバー特有のえぐい回転を維持したまま、ドイツ製ラバーのような爆発的な飛距離を手に入れることに成功したんだ。それってまさに今のプラスチックボール時代にプレイヤーが求めている究極のハイブリッドじゃないですか。まさに。例えば次に詳しく話すビッグディッパー、北東なんかは、この技術がなければ成立しなかったラバーだよ。最近はブルースポンジを搭載したモデルも増えていて、見た目もプロっぽくてかっこいいですよね。そうそう、見た目だけじゃなく性能もどんどん進化している。ラバーの世界でも銀河は安物というレッテルを完全に剥ぎ取って、トッププレイヤーが試合で勝つために選ぶブランドになっているんだ。具体的なラバーのラインナップについてもっと詳しく、それこそ迷っている人の背中を押すくらい詳しく教えてください。OK、整理しよう。報告書で推奨されている銀河四天王を紹介するよ。まずはビッグリッパー、北斗。これは世界中で強氷酸に対する銀河の完璧な回答と呼ばれている。使いやすくて弾むって評判でしたよね。中級者以上におすすめだけど、特にナショナル版はスポンジの密度が均一でスマッシュの威力が強氷より出しやすいんだ。次にジュピター3、木星3。これは粘着テンションの傑作だね。私、ジュピター3のあのぐにゅっとした粘着感とパチンと弾く時のギャップが大好きです。あれはプラスチックボールをしっかり掴んでから放り投げる感覚だよね。すると、バックハンド用として海外で爆発的に売れているのがムーンスピード、月速。これは完全にドイツ製テンションの打球感を意識していて、驚くほど食い込みがいいんだ。あとは忘れてはいけないのがマーキュリー2ですね。これ安すぎて不安になるレベルなんですけど。マーキュリー2は世界を震撼させたコスパの王様だよ。1000円以下で買えることもあるのに、性能は中級者まで十分に通用する。用途に合わせてこの4つを組み合わせれば、どんなプレイヤーでも満足できる最強の布陣が完成するんだよ。銀河って本当に何でも作っていますよね。報告書にはボールや卓球台、さらにはクリーナーについても詳しく書かれています。ついでに作ってる感じじゃないんですか？とんでもない。総合メーカーとしてのプライドを感じる部分だね。まず注目してほしいのが H40 プラス3スターボール。
これ実は ITTF 国際卓球連盟公認球なんだよ。国際大会で使われているんですか？銀河のボールって聞いたことなかったです。知名度はこれからだけど、WTT のフィーダー大会やユース大会など、世界レベルの試合で実際に採用されている。深遠度が高くて、打球感が安定しているとプロ選手からの評価も高いんだ。それから卓球台。これも ITTF 公認モデルを複数出していて、中国国内のハイレベルなリーグでもガシガシ使われている。メンテナンス用品はどうですか？すごくあるよ。例えば、プロフェッショナルクリーニングエージェントは、ラバーの粘着力を落とさずに汚れだけを浮かせる特殊な配合で僕も愛用している。さらに水溶性接着剤も完全に VOC フリーでラケットの木材を傷めにくいんだ。道具を作るだけじゃなくて、その道具を最高の状態で使うためのケアまで完璧にサポートしているんですね。そう。ラケットが良くてもボールが悪ければ卓球は成立しない。銀河は卓球というスポーツのインフラをすべて自前で用意できる、世界でも数少ないメーカーの一つなんだ。さて、ここからは日本での話をしましょう。銀河の製品って正直近所のスポーツデポとか大きなスポーツ用品店に行ってもなかなか置いてないですよね。どこで買えばいいんですか？そうだね。基本的には専門店やオンラインショップが主戦場だ。特に日本では銀河のポテンシャルをいち早く見抜いて独自のマーケティングを展開しているショップがある。熱く紹介されていますよね。そうそう。ああいう日本のユーザーが欲しがる尖った性能を銀河に特注して作らせるフットワークの軽さも魅力だね。そして日本のユーザーにとって最大のメリットが一部の専門店が行っている重量指定サービスだ。重量指定、天然素材ゆえの個体差について触れられていましたね。全然違いよ。同じモデルでも 82g と 92g では別のラケットと言ってもいいくらいだ。でも国内の有料店では大量の在庫の中からユーザーの希望する重さを選別して届けてくれる。それすごく助かります。海外から直接買うと何グラムが届くかギャンブルですもんね。そうなんだ。多少の手数料を払っても自分にぴったりの当たりの個体が手に入るなら国内ショップで買う価値は十分にある。銀河が日本で普及した大きな要因なんだよ。でも一方で、とにかく安く、あるいは日本未発売の激レアモデルの狙うなら、やっぱりアリエクスプレスですよね。ケンジさん、2026年現在の攻略法を教えてください。報告書の第10章はまさに個人輸入のバイブルと言える内容だね。アリエクスプレスには銀河の公式ストアや巨大な卸売ショップがひしめき合っている。ブルーのマーキューニ2とか、選手版のブレードとか、見ているだけで半日くらい潰せちゃいます。価格の安さは圧倒的だよね。国内価格の半額以下、運が良ければもっと安く買えることもある。しかも最近は配送スピードも上がっていて、中国から10日前後で届くことも多い。でも最近、関税の話をよく聞きませんか？鋭いね。財務省の令和8年度、すなわち2026年度関税改正で、個人輸入の免税ルールが厳格化される方針が示されている。今までは 16,666 円以下なら免税だったけど、今後は少額でもしっかりチェックされる可能性がある。じゃあ安く買ったつもりでも、後で税金を払わなきゃいけなくなるんですか？その可能性は高い。だから、安さだけに飛びつかず、送料や関税のリスクも計算に入れておくのが、2026年中の賢い買い方なんだ。でも、お宝を探す感覚は、アリエクスプレスならではの楽しみ。リスクを理解した上で賢く利用すれば、銀河マニアにとっては今もなお楽園であることに変わりはないよ。さあ、ここからは副題にある卓球の真実に深く切り込んでいきますよ。まず一つ目、クローンラケットは偽物ではないという主張。これ、業界的にはかなりギリギリの発言じゃないですか？非常に重要でかつセンセーショナルな指摘だね。まず大前提として、偽物というのは他社のロゴを勝手に使って粗悪品を本物と偽って売ることだ。これは明確な犯罪だ。それはダメ、絶対。でも銀河のクローンは何が違うんですか？銀河は堂々とインヒーのブランド名で出している。そして中身は本家を研究し尽くした上での現代的な最適化なんだ。報告書にはベテランプレイヤーが本家を至高と呼ぶのは多くの場合客観的な性能ではなくブランドへの忠誠心に基づいているという分析があるんだ。ブランドへの忠誠心。そう。でも実際目隠しをしてテストをすると最新の銀河製品の方が今のプラスチックボールに対しては性能を高く評価されることも多いんだよ。
ブランド名という魔法を解いて純粋に道具として評価したとき、銀河の方が合理的で高性能である場合が多々ある。これがメーカーやショップの店員さんが口を濁す不都合な真実の一つなんだ。用具選びに本当に必要なのはブランドロゴじゃなくて自分の指先の感覚なんだよね。2つ目の真実はさらに衝撃的です。あなたが数万円で買ったその高級ラケット、実は銀河の工場で作られたものかもしれない。ケンジさん、これバラしちゃって大丈夫なんですか？これは業界の老舗も認める公然の秘密なんだ。実は欧米や日本の多くの有名ブランドは自社でラケット工場を持っていないことがある。ブランドの看板を掲げているのに自分たちで作ってないんですか？そう。設計は自分たちでするけど、実際の製造は銀河のような巨大な設備とノウハウを蓄積したメーカーに委託するんだ。これを OEM と呼ぶ。銀河は長年数えきれないほどの世界的ブランドの黒子として製品を世に送り出してきた実績があるんだよ。ということは、私が憧れていた3万円のラケットと隣に置いてある銀河のラケットが同じラインで作られている可能性があるってことですか？可能性というよりほぼ確実と言っていいケースもあるよ。基礎となる製造期日は共通だ。銀河ブランドの製品を買うということは、ブランド広告費や中間マージンを一切排除した技術そのものを原価に近い価格で買っているということ。これを知ってしまうと高いラケットを買うのが少しバカバカしくなっちゃうかもしれないね。でもそれが賢い消費者への第一歩なんだよ。3つ目の真実はラバーの鮮度についてです。報告書にはアリエクスプレスで買った方が日本のショップで買うより性能が良い逆転現象が起きるとあります。普通逆じゃないんですか？ラバー、特に高粘着ラバーは生ものなんだ。工場を出た瞬間から酸化やへたりは始まる。日本のショップであまり回転が良くない売れ残っている個体を買うと、実は製造から1年以上経っていることもある。でもアリエクスプレスの公式ストアなら毎日大量に売れるから最新ロットが届くと、その通り。だからめっちゃベタベタしてて回転がかかるという現象が起きるんだ。正規品にはすべてシリアルコードが貼られていて、検証サイトで本物かどうか一発でわかるようになっているしね。2026年になっても偽物対策はちゃんと進化しているんですね。銀河の製品はもともとコスパが良すぎて、偽物を作るコストが見合わないと言われているけど、それでもこの認証システムがあることで、僕たちは安心して海外から直接仕入れることができる。この鮮度という付加価値を知っていることで、パフォーマンスに大きな差が出るんだよ。さあ、全20パートの長旅もいよいよまとめに入ります。ケンジさん、結局銀河というブランドはどう定義すればいいんでしょうか？銀河が僕たちに教えてくれるのは、卓球というスポーツにおける情報の非対称性を解消する喜びだと思うんだ。情報の非対称性を解消。つまり、高いから良いはずだ。有名ブランドだから間違いないという思い込みを捨てて、科学的なデータと自分の指先の感覚だけで道具を選ぶということ。銀河の製品はそのための最強の武器なんだよ。確かにブランド名に高いお金を払うのではなく、自分自身の技術を高める方がスポーツマンとして賢いですよね。まさにそれ。特に予算の限られたプレイヤーにとって、銀河は格差を埋めるための希望の星なんだ。報告書を読み終えて僕が感じたのは、銀河は単なるメーカーではなく、卓球界の民主化運動そのものだということだね。銀河のラケットを握ることは、既存の権威に対する小さな反抗であり、自分だけのスタイルを貫くという宣言でもあるんですね。なんだかすごくかっこよく思えてきました。いよいよ本当に最後のパートです。これからの銀河はどうなっていくんでしょうか。2026年現在、銀河はもはや世界のトップブランドを牽引するテクノロジーリーダーだ。カーボンブラックスポンジのさらなる進化や、エネルギー伝達効率を極限まで高めたナノファイバーブレードなど、彼らの進化はとどまることを知らない。銀河を使っているのが当たり前という時代がもうすぐそこまで来ているんですね。そう。この解説を最後まで聞いてくれた皆さん、まずは勇気を持って1枚のラバー、1本のラケットから試してみてほしい。今まで信じてきた卓球用品の常識が宇宙の彼方へ吹き飛ぶような衝撃をぜひ自分の手で味わってほしいんだ。きっと新しい銀河があなたの卓球ライフを明るく照らしてくれますよ。それでは銀河卓球用品総合調査報告書の音声解説、これにて完結です。みさきちゃん、お疲れ様。お疲れ様でした。皆さん、これからも最高の卓球ライフを
銀河と共に歩んでいきましょう。さようなら。